コナンがすごいわあすごいって言うけど、それだけで逮捕できないっていうのが元警察官の考え方。吉川さん、よくドラマとかを見ていると、被害者の死の間際に残したダイイングメッセージがきっかけで事件が解決することがあります。これって現実であるんですか？基本的にダイイングメッセージという形では基本的にないですよね。ただ僕の殺人現場、そこでダイイングメッセージっていうのはあんまり経験したことないな。意図的に残したものがダイイングメッセージなんですね。他にも例えば事件があった現場で血痕がある場所が、ここには血痕はあるけど何々がないとか、これってある意味ダイイングメッセージ的な立場でもあるんですね。人が亡くなった時、考察であるとか、その時っていうのは、変な話、失禁もしたりするんですね。失禁の跡がない、じゃあここじゃないんじゃないか。なるほど。これは考え直すと自然とできたダイイングメッセージかもしれないですね。確かに確かに。じゃあ現実ではあんまりダイイングメッセージがある僕は経験したことないっていうことがあって、でも亡くなる時に時間を割いてダイイングメッセージを残すかなって。割ともしかしたらアニメとか、そういう小説とかドラマとかのストーリー上の。そうですね。コナン君なんか一番いい例じゃないですか。コナン君はよくねダイイングメッセージ出してください。今回もコナンから出てきた。コナン君から。そうです。今回もコナンに登場したダイイングメッセージをちょっと抜粋したので、それを吉川さんと一緒に解いていこうかなと思います。だからガディなんだね。ガディ。ガディです。で実は私はちょっと今回選んでなくて、石川ディレクターが今回コナンのそのダイイングメッセージ用意してくれたので、私と石川さん2人で頑張って解決していく。今こうカットインだね、カットイン。こういう感じだね。カットインして。石川ディレクターからお願いします。まず1問目なんですけども、魚が消える一角岩という回からです。コナンにあった回ですね。コナンたちが海に行った時に出くわした事件なんですけども、ダイバーらしき女性の遺体を見つけたコナンたち、岩肌にダイイングメッセージがこういったものが書かれていました。でこの女性の、一緒にダイビングに行った友達ですねが、容疑者として、名前が挙がりました。どうもこの中のこの3人のうちの誰かが犯人のようなんですけども、コナンはこのダイイングメッセージから、犯人を特定しました。吉川さん誰だと思うか。これ被害者は赤嶺ひかりさん。被害者がね、このダイイングメッセージを見て、まず真っ先に思ったことが一つ、恋は海じゃないよね。そうですね、川ですね。なんか今当たっちゃったのかな、ほぼ。そこをまず抜くということを今考えました。なるほど。でもあれですね、吉川さん、カタカナって書いてあるんですよね。全部。なんでわざわざガディが僕を回答から遠ざけようとしてるね。今絶対してる。僕もう分かっちゃいましたよ。本当ですか？すごい。どうぞ。犯人はどなたですか？青里周平。なぜですか？まずサバということを漢字で書くと、魚辺に青いと書きますね。で恋がこれ砂糖なんですけど、ちょっとそこは結びつかないんだけど、鯛は魚辺に周ですね。でヒラメ平、そのことから考えて、青里周平と私は見ています。ちょっと簡単すぎるよね。そうですね。これサバ、恋、鯛、ヒラメそれぞれ青里。そうか。恋は魚に里だ。そうだ。でこの事件のタイトルが魚が消える一角岩です。これから魚辺を抜くと青里周辺になると。これすみません、これね、事件現場の、いわゆる帳場に立ってくる、名前ありますよね。そこで魚が消える一角やなんてそういう捜査本部とかないですからね。ないですけど、アニメなので。も
なんでだろう、僕今分かっちゃったんだよ。すごいすごい知らずに。いや、本当知らない知らない。本当に僕は知りません、これは。すごいな、はい。すごい、これはすごい。で、これ例えばですけど、現実の事件でさっきのカタカナのダイイングメッセージが残ってたら、これ証拠として扱うことできるんですかね。いや、もちろん文字として残ってるわけですから、それを証拠にはします。そうです、証拠品。証拠品としてはします。ただそこで考えないだろうな。で、今僕答えたんだって、僕の勘もあるからね。勘を頼りに警察捜査するっていうのはちょっとイメージが違うのね。警察としてもやはりその第六感だとか刑事の勘だとか言うけど、勘だけで仕事をしてるわけじゃないから。でも分かりすぎちゃった。すごいの。じゃあもう一つお願いします。よみがえる死の伝言、よみがえるダイイングメッセージという回なんですけども、被害者の携帯電話には謎の文字、これですね。で、壁には S の文字がありました。で、この事件なんですけども、いわゆるクレー射撃場で起きた事件でして、コナンたちの知り合いに射撃をやってる方がいて、たまたまクレー射撃場に遊びに行ったんですよ。そしたら殺人事件が起きて、この伊丹千尋さんという方が亡くなっておりました。で、伊丹さんはこの他の仲間と一緒に来てたんですけども、どうもこの中の誰かがやったんじゃないかって雰囲気なんですけども、伊丹さんは何で死んだの？死因は射殺されました。射殺ね。でもこれはクレー射撃場なんで全員硝煙反応で出てるんですよ。だから誰が撃ったかわからないっていう状態だった。トイレですよね、確か事件が起きたの。トイレの個室。トイレの個室で事件が起きたんですけど、で被害者が手に持った携帯電話にはこの表記がされていたと。ヒントになっちゃいますけど、シャープはほとんど意味がありません。そうだ。当時ガラケーの時代ですね。まずこれ事件現場に僕行ったとするじゃないですか。一番最初に浮かぶのが女性なんですよ。トイレの個室の中でっていうことですね。そこに入れる女性ということを考えるイメージが考えると、そうですね。なんですね。そうですね。待って。女性でしたら、小松頼子さんでしょ。小松頼子さんと泉さんか。泉さんも女性、だから今2人になりましたね。これキックス KIX。成田のという人も関係が？ですね、実はこのグループの中に成田さんっていう友達もいたんですけど、彼も、少し前に亡くなっています。S が腹立つなーって上目線で来た。それに僕は全く分からなかったです。調べないと分からないかもしれないけど。成田という人はこの人が亡くなった、伊丹さんが亡くなったその現場にもいたの？いなかったです。もうそれより伊丹さんが死ぬ前に死んでます。確か成田さんの事件がきっかけで起きた事件なんですよね。この事件が、成田さんの死が。それもう一個このヒントを言うと、このグループの中で小田さんだけは仲間外れだって言われてました。国友さん、小松。こんだけ頭使ったら久しぶりだろ。小松。KIX ももちろん関係が引っかかった。そういう質問すると、彼は俺のこと見てんの。で何かそれを言うなよ的な時もあるし、これ人間観察ってね、僕はあれだからね。もう一個ヒントを言うと、小田さん以外には名前に共通点があったそうです。これあれじゃないですか？場所じゃないですか？三沢、佐野、小松。だから小田。成田も空港だよ。そう、成田空港。空港もあるし。で、キックスは関西国際空港だよ。関西国際空港。略ですね。でもそしたら私結びつかないんですよ、犯人と。キックスっていうの書いてありますからね。そう。
で仲間なんだからですよ。小田を仲間外れにしなさいよという前提であるならば、はい。佐野なんですよ。三沢とか小松っていうのは空港ですし、はい。で伊丹も空港ですし、そう考えると佐野。なんで佐野って空港ないから。ああ、そういうこと。だから、なるほど。じゃないのってことですか？いやね、目そらした俺から。95%正解。あ、じゃああと5%が。うん5%って5%って何それ？こう過程が違います。結論は合ってます。で佐野佐野でいいんだ。佐野でいいんだけど、その理由がちゃんとしてないと。関西国際空港の住所を調べたいと調べてもらえれば分かると思います。はい、今調べてます。それで泉佐野市泉州って読む。空港来た。そう住所知ってるのかすごいよ。泉佐野市に、関西国際空港はありますので、関西国際空港だよっていうことをやったと。あそうだ S でね。ーでこれってさ、警察のね本来の捜査で言ったらさ、はい。間違えることが多いよね。その、佐野泉であることは当たったかもしれない。はい。はい。でもその理由として、はいさっき言った何気なく言った女性だからとか、うんそういうのじゃないんだということでね。そう S うだからね。ん、そう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 。ですね。こういうことですね。こういうことだったんですけど。まあでも分かんないよね。ダイイングメッセージ残した人は S が佐野の意味で S って書いたかもしれないじゃん。あ、これそれを否定はできないよね。そうですそうなんねです。うんこれ確かストーリー。うん。あえて犯人がはい。自分で S って書いたんです。はい。捜査をかか乱すするために。るために。あまさか犯人が S って書いたのを見たら犯人消すじゃないですか。消してくれる絶対。だからあえて自分に目を向けさせることで自分じゃないよとしようとしたんですよね。吸って。奥が深いなあ。これさ、はい俺参りましたっていうの？でも95%合ってでもたので。犯人にはたどり着いたので、そうだよね。まあそれで取り調べをすれば、でもね、警察はそういうもんじゃダメなんだよ。あ、そっか。動機がわからない事件というのは解決してないの。あーこれが僕の持論。あ、確かに動機。動機がわからなければ事件は解決してない。参ったな。いや、無事解決しました。最後になっちゃうんですけど、行きましょう。はい。隠して急いで省略という回からなんですが、更新所の所長である中条さんがですね、遺体となって発見されました。これ喫茶店の中で発見されたんですけども、で手がかりは被害者が残した丸×三角の文字のみと。でこの被害者はですね、ある企業の横領事件を調べていて、その書類を横領の証拠隠滅のために殺されたんじゃないかと思われていて、だから横領に関係した人全員が容疑者になってしまうので、すごい数になっちゃうんですけども、どうもその喫茶店の上の階がもうその企業なんですけども、その社員の国吉文太さんがシュレッダーを使用してたんですよ。どう考えても怪しくて、国吉文太がおそらく犯人だろうと分かっているんですけども、なかなか証拠がなくて捕まえられません。でもコナンはこのダイイングメッセージ、被害者が残したダイイングメッセージから国吉文太だと確定して、犯人を見つけることができました。丸×三角が名前になってる可能性があるってことですよね。そうだね。その可能性もあると思うよ。国吉文太さん。でこれ三角って見えてくる A だよね。A にも見えますね。そうですね。A にも見えますね。丸×三角。それがシュレッダーを使用してます。すごく強調するな。シュレッダー。だからシュレッダーの切れ端なのかなと思ったりしたんだけど。待って。ちなみにこれは僕がこれ再現したものなんで。上の部分だよ。上畳んでるというか封をしている上の部分。いや俺考えたのね。はい。この A というやつね。はい。これ田なんだよ。田。はい。文太の田。はい。でこの×は文なんだよ。はい。でこれはよしなんだよ。はい。ということをもって国吉文太だと言い切れるんだよな。そうですね。あと一歩。そうです。これ上の部分どこ行っちゃったんでしょうね。え？上の今石川さんがうん。言ってくださった多分整理が正しそうに聞こえるんですけども、じゃあ書いてあった紙はどこへ消えてしまったのかなと思って。この中に入ってんじゃないかな。いや、
怒っちゃう。しかもで話しくしゃあの笑い方腹だもんな。立ちますね。あった順調に増えてるので。シュレッダーだってシュレッダーかけたらさあんだけ残んないもん。これ関係あるのかな。だって残した丸×三角のみになってんだよ。多分ここがちょっと見えてるぐらいだったんですよね、きっと。いっぱい。これちょっと待って、ここにこういうこと？はい。ちょっと影になってる。こんな感じですね。それが正解です。はい。正解ですが、コナン君はまあでもそれで、そうだろうと思ったんですけども、これシュレッダーの音が気になったんですよ。やっぱり国吉さんシュレッダー何や使ったんだって、でシュレッダーの紙を全部出して全部つなぎ直させました、刑事さんたちに。でもこの2つがシュレッダー行きになって、でここの文言を全部つなぎ合わせたんですよ。で犯人を導き出しました。本当はだからこういう風になったってことですね、もともと。ああ、じゃあこれか。はい。さっきこれだけ見たって名前が出てる以上、国吉文太って名前言ってる以上推測が立つよな。まあそうですよ。でもおそらく国吉文太のこと知らない状態から。ああ、そうか。ここには名前載ってるからね、じゃあ分かる。あ、そうですね。はい。ここから国吉文太さん51人の中から。確かに51人の中からこの暗号で。いや、それすごいと思う。コナン君すごい、わあすごいって言うけど、それだけじゃ逮捕できねえぞっていうのが、まあ元警察官の考え方。これには証拠能力はない薄いよ。ただこの証拠能力って簡単に言うけどさ、証拠っていうのは逮捕するための証拠でしょ。その前にさ、警察官が心証を強くするための証拠っていうのがあるのね。だからこれによってこれ国吉だよな。でもさっきの話じゃないけど動機は何なのかと、その後の経緯はどうなってるのかっていうのを考えなければ、この人を逮捕することは難しい。そうですね、確かにもしかしたら現実世界だったらわざと書いちゃって、でわざとやって誰かになすりつけるとかも可能性がありますよね。国吉さんにね。そうですね、国吉さんに。なすりつける人もいるかもしれない。51人で。そうですね、はい。確かに。でもすごいです。たどり着きました。今のねガリーのね、すげえ助けられましたって言ったのは、俺ね歌舞伎町とかさ銀座とかああいうのそういう光景見たことある。一緒にしないでください。吉川さんすごい。もう少し飲みましょうかって言ったんですよ。コナンとかの、いわゆる捜索の中では、いわゆるダイイングメッセージが決め手となって犯人を逮捕することはありますが、実際問題は違うということですね。違うということですね。だからダイイングメッセージだけで犯人と特定するっていうのは難しい。刑事監修でダイイングメッセージものがあると、吉川さん的にはどう？何にも言われないでダイイングメッセージとして書かれてるとそれを考えちゃう。何にも台本にないとか、例えばこの日いただいている例えば3話の台本を見てそれで書いてないと、そういう時やっぱり考えちゃう。でプロデューサーさんに「これあれじゃないの?」ってかねすることはありますね。ドラマの中のダイイングメッセージっていうとやり取りがね、出演してる人のやり取りを見て、これってもしかしたら犯人刺してんじゃないのっていう見立てはあります。でもやっぱりあれです。やっぱりみんなで推理すると楽しいですよね。はい、これお正月にねこたつの上でみかん食べながらやるのいいかもしれないですね。これは最高ですね。